映画部屋プラスにようこそ。今回は2026年7月時点のラブロマンスカンドラランキングトップ10を世界中の視聴者が採点したスコア順に紹介します。私の独自評価のランキングも最後にご紹介していますので、最後までご覧ください。早速第10位からスタートです。第10位は社内お見合いです。友達の代打で嫌がらせ目的でお見合いに挑んだヒロインがなんと自社のイケメン社長と出会ってしまう王道ラブコメディ。正体がバレないよう奮闘する嘘から始まる恋の行方にハラハラします。見どころはとにかくテンポが良く、ストレスフリーで笑えてキュンとできる展開の速さ。脇役カップルの恋も最高で、気楽に一気見したい週末に最適な大満足の作品です。私の評価は一気見度が4、胸キュン度は4。イケメン社長と正体を隠した社員の嘘から始まる恋が爆笑もので、世界評価の 8.1 点以上に私がノンストップでにやけまくった王道ラブコメです。第9位はその年私たちはです。高校時代に撮影したドキュメンタリーが逆走ヒットしたことで、最悪の別れ方をした元恋人同士が10年ぶりに再会し、再びカメラの前に立つ青春ロマンス。不器用で素直になれない2人のリアルな心理描写に胸が締め付けられます。見どころはじわじわと心の奥に染み渡るような大人のほろ苦い純愛。どっぷり沼落ちするドラマです。私の評価はドハマり度が3、見やすさ度は3。世界評価でも私の順位でも同じ9位と意見が一致した作品。元恋人のリアルな距離感をじわじわ噛みしめるエモ系ロマンスです。第8位は涙の女王です。世紀の結婚と騒がれた財閥令嬢と新入社員の夫婦が結婚3年目で冷え切った関係に陥る中、ある大危機をきっかけに再び奇跡のような恋を始める物語。シリアスな展開の中に散りばめられたクスッと笑えるコメディ要素のバランスが絶妙です。見どころは主演2人の圧倒的な演技力と涙なしには見られない大人の極上ロマンスです。私の評価は一気見度が5、胸キュン度は4。冷え切った財閥夫婦が再び恋に落ちていく奇跡の展開が完璧で、世界評価の順位以上に私が世紀の夫婦愛にがっつり悶絶した大ヒット作です。第7位はトッケビ、君がくれた愛しい日々です。不滅の命を終わらせたい神トッケビと彼の呪いを解くことができるトッケビの花嫁を名乗るヒロインの時空を超えた切なすぎる運命を描いたファンタジー巨編。過酷な宿命に翻弄される2人の純愛に涙が止まりません。見どころは映画のような映像美と一度聴いたら忘れられない劇中歌。何度見返しても号泣必至の不朽の名作です。私の評価はドハマり度が4、配役神度は5。孤独な神とヒロインの切なすぎる恋軽い線を刺激しまくりで、世界評価の 8.5 点以上に私の心が完全に崩壊した不朽の名作ロマンスです。第6位は私たちのブルースです。チェジュ島の美しい海を舞台に島で生きるさまざまな人々の喜怒哀楽をオムニバス形式で描いた珠玉の群像劇。甘い恋愛だけでなく初恋の再会や大人の切ない人間模様がリアルに描かれます。濃厚なヒューマンドラマですが、心に深く刺さる言葉の数々が魅力。見どころは超豪華キャストによる嘘のない人間味あふれる圧倒的な演技です。私の評価は一気見度が4、胸キュン度は1。世界評価は6位ですが、私の中では最下位の10位。恋愛というより私はガチのヒューマンドラマとして鑑賞した群像劇です。第5位は最高だけど大丈夫です。愛を知らない孤独な童話作家のヒロインと精神科病棟で働きながら自閉症の兄を支え続ける心優しい保護士の男が出会い、互いの心の傷を癒していく愛の物語。見どころは独特な世界観の中で不器用な2人が距離を縮めていく姿と奇抜な衣装に隠された内面の変化。現代人の心に優しく寄り添う感動の純愛作です。私の評価は一気見度が5、配役神度は5。孤独な主人公2人がお互いの傷を癒していく姿がものすごく美しくて、世界評価の順位以上に私が狂うほど引き込まれた極上の純愛作です。
第4位は25、21です。通過危機で夢を奪われた時代に懸命に前を向くフェンシング少女と苦労を背負った青年の眩しすぎる青春と恋の物語。みずみずしいキャラクターたちの成長と友情に胸が熱くなります。見どころは誰もが経験したことのある青春のエモさ、そして成長と友情。後半にかけての切ない展開は今なおファンの間で語り草です。私の評価は一気見度が4、胸キュン度は4。夢を追うフェンシング少女と苦労人の青年の眩しすぎるやり取りがエモくて、最初に見た時心が切なさで爆発した青春ロマンスです。第3位は冠婚です。架空の大国を舞台に魂を変える禁忌の術である冠婚術によって運命を変えられた術師たちの成長と恋を描いた超大作ファンタジー。最強の暗殺者の魂が宿った不器用なヒロインと一癖あるお坊ちゃまの師弟関係から始まる禁断のロマンスに悶絶します。見どころは息を飲む大迫力のアクションと二転三転する予測不能で緊迫感のある展開です。私の評価は一気見度が5、配役加見度は5。お坊ちゃまと最強の暗殺者という師弟コンビの関係性と世界観が素晴らしく、気がつけば寝不足確定でドハマりしたファンタジードラマです。第2位は愛の不時着です。パラグライダーの事故で北朝鮮に不時着してしまった韓国の財閥令嬢と彼女を隠して守るうちに恋に落ちていく真面目な北朝鮮の将校による国境を越えた絶対極秘のロマンス。見どころは決して許されない運命だからこそお互いを命がけで思い合う姿と完璧な脚本と脇役たちの愛らしさ。カンドラの歴史を塗り替えた文句なしの最高峰です。私の評価は胸キュン度が5、ドハマり度は5。あの2人の決して許されない国境越えの愛がドラマチックで、世界評価と同じく私の評価も文句なしで大納得の絶対王者ロマンスです。第1位はお疲れ様です。チェジュ島を舞台に反逆児のような少年と真面目で芯の強い少女が激動の時代を共に生き抜き、生涯をかけて紡いだ美しくも切ない純愛ストーリー。1話目から圧倒的なスケールと叙情的な世界観に心を奪われます。見どころは IU とパク・ボゴムというトップスター2人の極上のビジュアルと熱演。世界評価 9.0 の胸が震える歴史的な作品です。私の評価は一気見度が4、ドハマり度は3。世界評価は1位ですが私の中では8位。世界評価の高い期待値の割にはテンポが重く、私はそこまでハマりきれなかったドラマです。世界評価と私の独自評価をランキングで並べた最終結果がこちらです。並べてみると評価のズレが浮き彫りになりました。大きなズレは世界評価では堂々の第1位だったお疲れ様が私の中では第8位までガクンと下がったこと。さらに世界評価では第6位だった私たちのブルースが私の中では最も低い第10位になったことです。ロマンスのツボは人それぞれだからこそ、世界基準の数字に縛られず自分の直感を信じて沼に飛び込むのが一番楽しいですね。皆さんは今回紹介した10作品の中でどのドラマに一番心を奪われましたか？私の欲しい5つはこれ、いやその順位は納得いかないなど、皆さんの本音の感想をぜひコメント欄で教えてください。この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画は7月17日金曜日の夜7時に配信です。次はどんな動画が来るのか楽しみに待っていてくださいね。それでは次の作品でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。いいねとチャンネル登録は忘れずにお願いしますね。これからも応援お願いしますね。次回の動画もお楽しみに。またお会いしましょう。